いやもう100点症候群抱えてたままだと、もう何やってもツッコミ頭の中にある限りはやっぱ満足できんもんね。いやだからさ、うっかり例えばね、もうめっちゃお金持っちゃったりして100点症候群のままお金とか持っちゃったらさ、どういう声が聞こえるかって、エゴキンマンがいるわけだから、おいなくなるぞ、ほらやばいぞ守れとかってさ、お金持っててもそうなっちゃうわけでしょ。やばいよね。逆に今持ってなくてよかったよね。持つ前でよかったっていう。ずっと減点方式、みんなこれ結構やってる人多いよね。いやあれなんかこういいのが、なんか別に生まれ持ったキャラじゃないわけで、その瞬間のタイプがあるわけよね。だから多語作になり得る瞬間、いきなりなんかこうイエスになる瞬間がある人もいるし、決まったものじゃない、瞬間的に変わって基本長い間多語作にいる人がいるとか、そういうのはあると思うけど、ちゃんと受け取ってくれてるとは思うんですけど、こう多語作だからダメとかそういう話じゃ一切なくて、なんで私の人生がこんなんだったかっていうのを解明するためのキャラたちなんでね。ねえ、100点もらいたかったもんな昔。そしてたまに取れた時のあの喜び、あ、合ってたんだみたいなね。今まではその100点症候群に気づいたのも私もつい最近なわけですよね。もう私はこう最近容姿についてうるさく自分の中で鳴ってる声に気がついて、正解で減点してっから気分悪いんだって気づいた。もう本当に2週間とか3週間前の話だと思うんだけど、それで考えたらさ、今好きなことしか私やってないんだけど、こう好きなことすらなんかいつの間にか答案用紙持ってたことに気がついて、例えばね、朝カフェに行って自分と向き合うっていうか、ぼーっとしたりする時間がこう私何よりも好きなんですよ。すごい好きで、だから朝起きてあそこに行こうってこうルンルンしていくんだけど、まあさ当たり前だけど、その体がついていかない時もあるんですよ、そういう日も。なのにその好きがルーティーンになりすぎて、いつの間にか朝カフェにいる自分が100点みたいになってたんですよね。で本当あと1時間2時間寝ていられるし寝ていたいのに、午前中の朝の時間にカフェにいる自分が100点になっちゃってるから、すごい好きなことなのに起きれなかった自分になんか減点してることに気がついて、別に自分の存在に否定はこれ入ってないからそこまで気分悪くはないんだけど、いやこれちょっとしたストレスだったなっていうことに気がついたら、うわやばみたいな。いくら毎朝私がカフェに行くのが好きだからといって今この瞬間の自分は寝ていたいんだから、寝ることが私にとっての今の答案用紙だろみたいなにして、ゆっくり寝ようって言ったら、すっごいやっぱ気分良くなるね。うわこんなところにまで100点を求めるなんかこう癖がついてたんだなって自分で驚愕でしたね。これはちょっと本当そうですね、ちょっとしたストレスレベルだよね。別に自分に否定はしてないからなんで行かないんだとかそんなんじゃなくて、なんかこういつもやってる好きなことを今日もやる自分が正解みたいになってたみたいね。なる私めっちゃなるね。そう思ったらですよ、歌ですよ。私の場合歌もこれに陥ってたってことに気がついてさ、歌を歌うの好きなんですよね。それでボイトレにこう通ったりとかして、でもなんかが引っかかったんですよ、ずっと。なんやろうなみたいな思ったら、この100点症候群に当てはめてみたらね、音程やったんですよ。合わせられないっていう、ドレミのどの音を歌で合わせていくっていう、基本ね私ね半音ずれるんですよね。だからその半音ずれたのをなんかこう正規の音に戻していこうっていうこの作業がめっちゃ100点症候群じゃないですか。音を合わせようとするこの100点症候群で、それでずっと自分の歌をなんかこう減点してトレーニングとかしてたから、好きなことやってんのになみたいな感じだった。ドレミの正解があるって、いやあるんだけど実際なんていうの、別になんでそこに合わせんといかんのみたいなにやっと慣れたんですよ。だから100点症候群に気づいてからまだその歌歌ってないから分かんないけど、私めっちゃ気持ちよく歌える気がするわと思って、これからだからね、もうこれに変えた。もうこの歌に関してももう私が音程にしようみたいな、私の出す音がどうやねんみたいな、私がドレミになるってしようと思った。私がドレミみたいな、たとえ世界で決められたドレミがあったとしても、奏でる私のこの音がドレミファソラシドだってしちゃえばね、
めっちゃ気分よく歌えるやん。逆にそれやと多分合ってくる気がするね。100点の減点式でそれを合わせに行こうっていう意識だから、なんかこう好きなことなのに違和感感じながら何なんだろうみたいなモヤモヤしてたのが、私が音程にしたらよかったんやみたいな、ちょっととっても大きな気づきでした。新しいでしょこの私がドレミ。だからそうなの、そう謎が解けたんよ。そう私さ、瞑想に関していきなり去年のさ9月からに始めたじゃん、瞑想を。いや最初はエイブラハムのさ瞑想 CD 流して横になってもう鼻くそほじりながらみんなで聞くみたいなぐらいのタッチだったんだけどさ、途中で自分で誘導瞑想始めたじゃないですか。誰にも習ってないんですよね。あとブログも誰にも書き方習ってないんですよ。ちなみに言うと経営に関しても誰にも習ってないんですよね。自分が今突き抜けられてるなんかこうジャンルが全部誰にも習わずに、私の基準でやろうってやれてることがやっぱり結果が出ちゃうんだなっていう感じでした。で習うことが悪いこととかじゃなくて、なんかこうダンスとかその歌に関しても合わせるんじゃなくて、自分が基準ってなった上で先生にこうよりよく形がなるようにやればいいんだみたいなのになったんよ。バレエはねそれができた気がする。今回バレエのストレッチとかって正解がないから、なんかすごいただ気持ちいいって感じでやれたんだよね。100点があるっていう意識が全くなかった、バレエ習ってる時。だからすっごい楽しくて、だから3ヶ月ぐらいで、もちろんバレリーナって呼べないけどまだでも一応なんかなんとなくの型は3ヶ月であそこまでいけたんですよね。100点やめていこう。100点やん、もうこの問題点が。ヨガも正しい形にしようとしたら楽しくなくなった。さんわかる、私のポイトレやんそれ。だから本番前もこう思ったね。ちょっとその手前で白鳥の湖とか私見たこともないし、オデット姫とかってもう当たり前だけどなんかもう全然分かってないんだけど、私が思うオデット姫になろうみたいなっちゃってて、ちょっと直前までさ、いやいやいや違うわみたいな、私がオデット姫やみたいな、オデット姫になろうとしている私だとさ、得体の知れないオデット姫に合わせていかなきゃいけなくなるじゃん。もう違うんよ、私がもう踊ったらそれがもうオデット姫っていうことでいいみたいな、それにしたらいいんだみたいな。そしたらもうめっちゃ楽しく踊れた。これでやったら全部いい気分でできると思いません？なんか全部自分のものにしちゃうっていうか、オセロの挟み込んで自分の色に変えていくみたいな感じ。でも私を極めたくない？なんかみんな私っていう存在で生まれてきたんだから、てか他にそれこそなれないんだから、もうとことんここの領域まで来たんだったらさ、みんな学びでね、私っていう存在を極めたくない。もうどこまでもいけるのかみたいな、私を極めるたらどこまでいけるのかっていうさ。でもそれ、私を極めるっていうことは基準を外に置いてそれに合わせようとすると、もうそれ私極めれんくなってくるからね。だから既存のあるものは一旦それはきちんと頭の中に入れるんだけど、それを100点にするのをやめて、もうその既存のものを飲み込んでやるみたいな、自分の色に変えてやるみたいな感じ。そしたらもう何やっても楽しい気がするよこれ。そう、私が世界基準ってそういうことです。コメントでね、さんって方がこんなコメントくださいまして、今日一日で気づきがめっちゃありました。自分責め減ってきたと思ってたけどこんなにあった。早起きして朝の時間ゆっくりできなかった、自分減点。これをそんな私も100点に変えた。通勤の時自転車早く漕げなくて人に追い抜かされる、自分減点。これをそんな私も100点にした。仕事が時間通りに終わらなかった、自分減点。これをそんな私も100点に変えた。自転車で大声で鼻歌を歌ってるの人に聞かれた、自分減点。そんな自分も最高に変えた、100点。で細かくやってたらニヤニヤが止まらず、より自分のこと大好きって思いました。頭の中変えるだけでこんなに違うなんて知らなかったっていうコメントをねもらったんですけど、もうめっちゃ最高なんですよ。でもっと最高にするためにこの漢字に書いてください。できなかった私、そんな私も100点ではなくて、むしろそんな私が最高、そんな私が100点っていう、そんな私も100点なんですじゃなく、もうそんな私が最高なんやねんみたいな、よりよくもう一個めっちゃいいとこ来てるんで力強くなっていきましょう。そんな私もではなく、そんな私がいいんですよ。そんな私が最高。どうしてもねこう多語作メンバーは低姿勢というか、こう低く見積もるちょっと癖がついているんで、調子乗っていきましょう。もうそんな私が最高なんですよ。
もうむしろもう自転車早く漕げない私が最高みたいな、めっちゃ可愛いみたいな、もう自転車で大声で鼻歌を歌って聞かれちゃった、もうそんな自分も最高じゃなくて、もう鼻歌歌っても人に聞かれちゃって、そんな私って最高みたいな、鼻風邪ひいている私も最高、違う、鼻風邪がちょっと悪いと思ってるからそんな私もになっちゃうんで、むしろ堀さんの世界では鼻風邪になっている堀さんの世界が今この瞬間パーフェクトなわけですよね。鼻風邪やってる堀さんがパーフェクトなわけだから、っていうか鼻風邪やってる私が今最高やんみたいなことですね。もうね、調子に乗るぐらいで多分ちょうどいいと思いますよ。ウケるさあ、もう前歯がないのかな、みんな前歯があるから減点って書いて最高。基準を全部私に持っていく癖づけです。これ癖がついたら何でも応用できるから。3、私が100点満点の理由を頭で考え始めちゃった。これね、何かだから100点とか言うわけじゃないし、調子がいいから100点とかそういうわけじゃないからね。もはや今この瞬間全存在状態の今この世界がもう自分にとってパーフェクトだから、分かりやすい事例で昨日話しました。私は顎の下に公演前にニキビができた瞬間に嫌な気分になりました。嫌な気分になったってことは減点が始まったってことだから、なんだろうと思ったら、ツルツルの肌が100点にしていると思ったんですね。顎の下に今この瞬間ニキビができているっていうのが私にとったらパーフェクトな基準なんですよ。もうむちゃくちゃですよ。いいんです、むちゃくちゃで言った。そうするともう喜ぶじゃん、もう全部細胞がさ。好調の時は好調なその自分の状態がその世界でパーフェクトだし、不調な時はその不調な状態がこの瞬間私の世界で基準になっちゃうわけだから、不調が基準ですよ。わかります？好調の時は好調が基準、不調な時は不調が基準、ニキビの時はニキビが基準、ツルツルの時はツルツルが基準。私の存在状態はいつも変わりますよね。それをどっかの誰かが決めた集合意識のルールにいつも合わせていったら、私を極めれますか？この状態で極めれないですよね。だから逆をやってっていうことですね。そうです。もう人に嫌なことを言っちゃったその瞬間はもうそれがパーフェクトだったんです。そんなこと言ってお前最悪だなって声が聞こえたら、これはエゴキンマンですからね。でもさ、黒木香織にはなれないよね。いや、なれないんですよ。いや、てかならなくていいんですよ。この自分が基準っていうのを本当にちょっと実践してみてください。日常で細かくちゃんと実践してくれたら、マジで誰にもなりたくなくなりますから。自分に満足が起きるから誰にもなりたくない。だからその気持ちも消えていきます。もう私なんかもうどんだけ安室ちゃんになりたかったか、もう安室ちゃんどころかもう隣の席のもうリカちゃんとかもういろんな人になりたがってきましたよ。もういっぱいいっぱい。誰にもなれませんでしたけど、今もなりたくないもん、誰にも。だから絶対にそうなります。自分が基準に変えていっていただければ、もう誰にもなりたくないっていう境地に絶対なります。北川景子ちゃんになんてなりたくないになるのか、なります。絶対なります。もう素直に認めれます。素晴らしい人の素晴らしさとか尊敬するとか、もう両手話で尊敬できるようになるんですよ。すごいとか、あと美しいとか。でもじゃあ変わるって言われると、いいですってなるっていう。すごく素敵だし、すごい綺麗だし、すごい美人だしとか、すごいかっこいいしって思っても、いいです私でみたいな。マジこのさん天才じゃない。一日で石原さとみより私の方が可愛いと思い始めました。天才かよ、最高かよ。